どうもこんにちは、花えりチャンネルの田中でございます。はい、チャンネル登録者数があと400人を突破いたしました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。日頃のご愛顧大変感謝しております。はい、大変励みになりますね。もう本当ありがたいですね。はい、ということで今日はですね、いよいよこの満を持してっていうのはちょっとあれなんですけれども、グラデーションの実践編をやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。花えりチャンネル。はい、ということでグラデーションやっていこうかなと思うんですけれどもね、何が一番難しいのかっていうところなんですけど、今までたくさんいろんなことを講義で言ってきたと思うんですけれども、この言われたこと全部を成立させた状態で仕上げること、これがやっぱり一番難しいんですよね。なんかある一つのことにスポットを当ててやっていたら違うところができてなくて、今度はそのできてないところをなんか集中してやっていこうと思ったらまた違うところができてなくて、あっちが立てばこっちが立たずみたいなところがやっぱりあるんですね。もうそれはもう難しいです、正直ね。なんかバチッと綺麗にできるようになるって言ったらかなり難しいと思うんですけれども、今回の実践編を見ていただいて、なるほどこういう感じなんだなっていうのが、ふわっとでもね少しでも伝わればいいなと思ってやらせていただきますんで、よろしくお願いいたします。で、どんな形をやるかってことなんですけど、もうちょっとお忘れかもしれないんで一応出しておきます。こんな形ですね。はい、なるほど、そうだったなと思ったかもしれないですけど、今日はこんな形でやらせていただきます。ラインは2本引いて、この2本のラインの間をスプレーギクでグラデーションをかけていくような形になりますんで、よろしくお願いいたします。では早速ポイントから刺していきましょう。いつも通りですよ、ポイントからやっていきますのでよろしくお願いします。はい、ということで早速やっていきたいと思います。今回もですね、私田中による独断と偏見でこんな形が綺麗なんじゃないかなみたいな感じでやらせていただこうと思っております。ではよろしくお願いします。はい、ではポイント取り終わりました。こんな感じになってますね。はい、次ラインをつないでいくんですけれども、皆さんこれどっちからいくか覚えておいででしょうか。はい、このラインからですね。では早速やっていっていきましょう。はい、ということで斜めのこのラインですね、刺し終わりました。こんな感じになっております。で、このラインの講座でお伝えしてたと思うんですけれども、この斜めのこのラインの外側の部分ですね、この部分がこのスプレーマムのグラデーションと連動するように、先端の部分ですね、右側先端部分の濃度を落としております。こんな感じですね。こうすることによってスプレーマムが密から素に変化していくんですけれども、それにラインがすごく馴染むようになるんですね。この厚みで外側までラインをビシッと引っ張ってしまったら、グラデーションのもう完全にこの外枠みたいな
ボヨーンみたいな感じでこうラインがものすごく浮いて見えちゃうのが僕は嫌で馴染むように僕は処理してます。はい。これは好き嫌いだと思うんですけれども、僕はこうやってます。それだけですね。はい。で次なんですけれども、2本目のラインですね。内側の折り返しのラインを今から刺していくんですけれども、あくまでラインの起点はここです。このラインも折り返しのラインもラインの起点はもうここなんですね。ここから徐々に広がっていくっていう趣旨でやってるんです。だからあくまでこの折り返しのラインもここですよ、スタートは。ただ刺し始めるのはここじゃないんですね。ここから徐々にもう広がっていってるじゃないですか。これに合うようにここら辺の途中から刺し始めて1点から広がっていってるように見せるわけです。はい。なので刺し始めるのはもうこの辺からになりますね。ということで折り返しのラインのポイントをつないでいってみましょう。はい、ということで LINE の方が全て差し終わっております。こんな感じになっておりますね。で、言うことがちょっといっぱいあるのでバーッとね言っていきたいと思うんですけれども、まず1点目ですね。はい、内側の折り返しラインの開始地点がどこかっていう話なんですけれども、実質ここに今来てます。内側のラインの開始地点、今ここなんですね。で、あんまり後ろから見たら分かんないでしょ。こういう風に見えるように刺した方がいいよね。あくまで開始地点はここなので、ここから、ね、このラインと内側のラインが広がっていってるように見えるように、ね、刺した方がいいですよね。そう見えるようにやってます。よろしいですか？これもまず1点目で、2点目なんですけれども、この内側の折り返しライン、菊のどの部分を使って線を表現しているかっていうのが結構ね、部分によって変わるよ、流動的にね変化していくよっていうことなんですけれども、まずこの上の方なんですけど、上の方っていうのはこの菊の下の部分ですね。花とガクのこの縁のこの際の部分ですね。ここで線が表現されてますね。で、ここからだんだん横に来て、でそれからだんだんこう上になっていくよ。だから自分がこの折り返しのラインを刺しているときは、自分の持ってる菊が、ね、自分の持ってる菊のどの部分が線の表現に使われるのかっていうことをよく考えながら刺していきましょう。ね、これちょっとね難しいかもしれないですけど、これ適当にやっちゃもう本当ダメです。ね、変わっていってますよね。下横上みたいな感じで変わっていってますよね。はい、これをね常に考えましょうということですね。はい、これがまず2点目ですね。はい、では次3点目なんですけれども、はい、パーツのアウトラインにのみ気を使えばいいんですよっていう話ですね。このラインを引いている時にパーツのアウトラインにのみ気を使って刺していきましょうよ。はい、もう見てください。このベロベロってなったのそのまんま放置してます。これね処理しないの時間がもったいないからなんですね。パーツのアウトラインさえ整っていればグラデーションで埋めてしまう部分はどうなっていようと構わない、そういうことですね。ここ後から花を入れていくわけなんですね。もうどうでもいいんです。見えなくなるんでペタってもうくっつけることによって見えなくなるから、ここはもう放置です。ただこの部分だけ、ここだけは淡くなっていって層になるんで割とライン見えます。
だからここだけちょっと気をつけましょうねっていうことぐらいで、あとはもうこの埋めてしまう部分っていうのは、まあ、割とね雑にやったって差し支えありませんよ。ただこの部分とかはねスプレーマム後から入らない部分になるんで、ここはちゃんと厚みの表現とかをやった方がいいですよね。そういうことになりますね。はい、では次4点目ですね。この2本のラインが分かれる部分、こうやって分かれる部分がここです。でこの部分っていうのももちろん白いもの、スプレーマムだったり入れるわけなんですがですよ、こうやってスプレーマムをビシッて入れることによってこの手袋見えてます？もうこの部分からスプレーマムの下の方の白い花が見えてしまったらラインのアウトラインがボケて崩れちゃいますよね。せっかくこうやってピシッてライン引いたのに、なんかここにこうやって白いものが入ることによってラインが崩れるのを防ぐためにここにスプレーマム入れるんだったら下の方の花をそぎ落としてここにこの白がはみ出さないようにしてあげましょうね。これめっちゃ大事ですね。はい、もしね菊とかに余裕があるんだったらもう菊の開いたやつとかでここを埋めてしまう方が確実で早いですね。よろしいですかね。はい、で今からね次スプレー菊入れてグラデーションかけていくわけなんですけれども、はい、これ前回お伝えしたと思うんですけれども、方向線のイメージで同じ濃度のラインを引くイメージで蜜から素に変化させていきますよっていうことで早速刺していきましょう。はい、はい、もう濃度マックスのところですね。今こんな感じで刺し終わりました。ここから少しずつ隙間を空けて蜜から層を作っていきます。はい、はい、じゃあちょっと開いた大きなマムここまで入れてみました。こんな感じに今なっております。意外と濃く入ってるなって多分思われてると思います。これぐらいね濃度を割と保ってあげた方が綺麗になります。割と失敗例で多いのがギチーってもう内側に詰めすぎてそこからパーンってちっちゃい花に変化させてもうなんかもうパキーンって2色に分かれちゃいましたみたいな感じの失敗例が割と多いんで、そうならないためにも割と中盤ぐらいまで濃度は保ってあげた方がいいです。こんな感じですね。で今から小さいスプレーマム入れていくんですけれども、もう一つコツとしては 2種類の花材が混在するエリアがやっぱ必ず出てくるんですね。それを作った方がいいんですね。僕はそのつなぎの部分とか言ってるんですけど、大きいものと小さいもの、これをエリアで分けちゃうとどうしてもやっぱりパンってなっちゃうんで、この2つの花材が混在するエリアを
設けてやる、2つ意図があるんですけど、そうやってパンってならないようにするためっていうのと、あとはこの大きいスプレー菊を入れていく過程でどうしてもやっぱり生き物だから相手が花なんですね。コントロールできない部分っていうのがあるんで、そういう意図せずに開いてしまった大きい隙間とか、そういうところに小さいものを入れて補填してやって濃度を調整してやるっていうような意図もあります。ということで小さいスプレー菊今から入れていきましょう。はい、ということで終わりました。こんな感じになっておりますね。意外とこれぐらいの大きさでやるときはこれぐらいの濃さでやった方が綺麗になります。意外と思ったより濃いでしょっていうことですね。で、なんでこんなにね濃くした方がいいのかというと、この10から1に変化させていくわけなんですけれども、1っていうのがこの辺りですね。でこれよりもやっぱ素にしてしまうと商品としてねスカスカになっちゃうわけなんですよね。なのでこれぐらいを1とするんであれば、こんな風になるんじゃないのかなっていう感じですね。はい、もうちょっと途中時間忘れてボーボーってなっちゃってましたけどね、すいません。こんな感じですね。で後からまたいろんなところから撮影したものをつけておきますんで、そのグラデーション面がねどういうふうに盛り上がってるのかとか、どれぐらいねラインの部分から盛り上がってるのかとか、そういうところも含めて見ていただければいいなと思います。ジェットコースターのレールとかね、そういうところですね。はい、ということで一応おまけはこの後ありますけれども、こちらで終わりになりますね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録だったりいいねだったりコメントだったりしていただけると嬉しいです。ということでグラデーション実践編以上になります。どうもありがとうございました。